こんにちは、たかしです。本日は10月24日木曜日、ただいま10時42分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきます。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は大きめの陽線になっております。昨日お話ししていたのが、おとといがこの緑のラインの中に入ってきたので、このあたり、今2つの緑のラインが引いてますが、この中での動きになってくるでしょうというお話をしておりました。そこから急激に円安が進んで強く上昇してきましたね。ですので今この緑のラインの結構上限付近まで昨日一度上昇してきているというところです。結果的にはだいぶ上髭はつけているんですが、基本的には今ずっとこの上昇を続けてきておりましたので、この流れに乗っていくという考え方です。ただ、とは言ってもストキャスティクス高値圏にありますので、ここからどんどん上昇するとは思わない方がいいですね。昨日は結果的には強く上昇はしてきてますが、基本的な考え方としては、やはり一度押しを待ちたいところではあります。現在は最初に言ったように、この緑のライン、日本で挟まれたところにありますので、195.9 付近から199.5 付近の間でのレンジ、大きな流れとしてはそういうレンジを考えておくといいと思います。では4時間足です。4時間足は先日お話ししていたのがここでレンジを組んでますので、そこを上抜けてきたので、もう一段上昇してくるだろうというところでした。結果的にはそこを上抜けてきてますので、かなり強いっていうのがわかりますね。ただ GMMA と今乖離がありますので、一度 GMMA までの戻しを待って、そこからの再上昇というこういう流れをイメージしておきたいです。そう考えると、一昨日の高値付近、このあたりまでの押しですね。だいたい 196.5 付近、そのあたりまでの押しを待って、そこからの次の反発上昇をイメージしておくといいかもしれません。基本的には GMMA の青帯でずーっとこうやって反発してきてますよね。過去の動きを見ても GMMA の青帯付近から反発をしてきておりますので、昨日の上昇についていけなかった方は一度押しを待って、そして GMMA の青帯ぐらいまで下がってくればそこからの上昇の流れについていくという考え方なんですが、ここ上昇の勢いが結構強いので、もしかすると浅めの押しから上昇していくかもしれません。その辺が1時間足ですね。先ほど4時間足で言っていたのがこのあたりですね。この赤い水平線付近、このあたりまで下落するのを待ちたいなんですが、1時間足はちょうど GMMA の青帯に今ぶつかってますよね。ということはここから反発していくっていうことも考えられます。ただ、今 GMMA の青帯に接触してからの上値がちょっと重いので、そう考えるともう一段下がってくるのかなというところ。そうすると先ほど言っていたこの赤い水平線付近、このあたりまでの下落を待って、そこからの次の反発上昇をイメージしておきたいです。ただ結構昨日大きく上昇してきましたので、本日はここからすぐにどんどん上昇していくというよりも、現在地付近でもう少し日柄調整をしてくる可能性を考えておきたいので、ここからこう押しをつけてきてどんどん上昇するというイメージではなくて、現在地付近でこういう動き方ですよね。上がったり下がったりっていうのをもうしばらく調整の動きをしてくる可能性がありますので、その辺の動きに入ってくるとトレードがやりにくくなるので、そこはご注意ください。基本的な考え方としては一度押しをつけてほしい。そこからの再上昇の流れですけれども、その上昇っていうのが昨日の高値を超えるような上昇ではなくって、上昇するけれども上値重くまた下がってくるみたいな、こういう動き方も想定しておくと早めの利益確定ができてくると思いますので、昨日みたいにどんどん上昇すると思うんじゃなくって、レンジになる想定で利益を確定しておくと安全なトレードができると思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円も強く上昇してきましたよね。一時153円台まで乗せてきました。そして意識されるだろうという152円の節目も超えてきておりますので、そうするとここからまだもう一段上、この高値ですよね。154.739 というところ、だいたい155円付近を目指してこのまま上がっていく可能性は考えておきたいです。ただ、ストキャスティクスはずっと高値圏にありますので、やはり一度大きめの押しをいつするかがわからないので、この動きには警戒が必要です。今ここからこれほど大きな下落になるとは考えにくいんですが、買い足ではしっかりと押しをつけてくるのを待ちたいところですね。では4時間足です。4時間足で言うとこの GMMA の青帯ぐらいまでですね。今ですとこのあたりになってきますので、だいたい151円の前半ぐらいまで、そこまで押しを作ってくれば、そこからの再上昇っていうところが考えていけます。ストキャスティクスも高値圏ですよね。日足も4時間足も高値圏ですので、あまり現在地付近からどんどん上
値を追っていくということはしたくないですね。やはり一度 GMMA の青帯ぐらいまで下がってくるのを待って、そこからの次の上昇をイメージしておくといいと思います。ただここまで下がってくると151円前半なんですが、節目となる152円を超えてきておりますので、下がってきても152円ぐらいでサポートされて上昇していく可能性は高いとは思ってます。では1時間足です。その辺が1時間足で見ていくと分かりやすいんですが、ちょうどここフィボナッチリトレースメントのここが 23.6%、152.2 付近ですので、1時間足の GMMA に接触する付近ですね。このあたりが152円になってきますので、このあたりからの反発上昇をイメージしておく。そして深く入ってくれば 38.2% から 50% のこの間ぐらいですね。先ほど言っていたのがこの辺になりますので、151円前半。なのでこの辺ですね、赤い丸がしてあるこのあたりを意識しておいて、この辺で下げ止まりが起こるのであれば、そこからの反発上昇をイメージしておく。このあたりで止まるのか、このあたりで止まるのか。だいたい152円ぐらいで止まってくるのか、151円の前半ぐらいまで深く入ってくるのかっていうところを見ておくといいですね。現在は一旦じりじりと下がってきてますので、一度この下落を待ちたいところ、中途半端なところで今反発しようとしてますが、こういうところからの上昇には乗っていかない方がいいと思います。しっかりテクニカル通りに押しをつけてきたところ、そこからの次の上昇のイメージを持っておきたいので、まずは GMMA の青帯とか、フィボナッチラインの 23.6% とか、38.2% ぐらいまでの下落は最低限待っておく方が安全なトレードができます。なので本日アラートを仕掛けるのでしたらこのフィボナッチライン付近ですよね。152.2 付近、150円付近、そして151円の前半ぐらいのところにアラートを仕掛けておくといいと思います。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、使いやすいチャートをお探しの方はトレーディングビュー一度お試しください。無料でご利用できます。URL は概要欄に貼っておきます。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。